こんにちは、まゆです。元気ですか？私はいつも通り元気です。はい、今日は日本語で日本のニュースを紹介したいと思います。ニュースというよりは日本で話題となっていることですね。Today I'm telling you one news about Japan. Not really a news, not like political news or anything, but it's the hot topic in Japan. Many people are discussing about it. Okay? If you are an advanced learner, you can try to understand what I say in Japanese language without English subtitle. If you are a beginner, please turn on the English subtitle from the settings so that you can understand what's happening in Japan. それでは説明していきます。9月18日からスタジオジブリが場面写真の提供を開始しました。スタジオジブリ、皆さん知ってますよね。Princess of もののけ、もののけ姫とか、Spirited Away、千と千尋の神隠しとか、日本のとっても有名なアニメ映画を作っているスタジオがスタジオジブリです。このスタジオジブリのウェブサイトに行くと、一番最初に、こんなページが出てきます。この一番上書いてあります。スタジオジブリ作品静止画。作品 is work in general, but in this case it means movie. 静止画。静止 means stop. So it's a movie, but stopped. It means the scene photos. Okay. ではクリックします。クリックすると New って書いてあってタイトル読みます。今月からスタジオジブリ作品の場面写真の提供を開始します。今月から from this month スタジオジブリ作品の場面写真 The scene photos of Studio Ghibli's movie提供を開始します。提供 means to offer, to share. 開始します means to start. So Studio Ghibli is going to offer or share the scene photos of Studio Ghibli movies. もう少し詳しく読むと、今月からスタジオジブリ全作品の場面写真を順次提供することになりました。This sentence is almost same as the title, but the new words would be 順次。順次 means not at once, but gradually. 次、今月は新しい作品を中心に8作品、合計400枚提供します。今月は this month 新しい作品を中心に8作品。新しい new 作品 works or movies 中心 literally means center, but in this context it means most or majority. So they are sharing photos of 8 movies, and among 8 most of the movies are the new ones. そして合計400枚提供します。合計 means in total 400枚 400 photos 提供します。To share. So they are sharing lots of photos. そして次の文章がとっても重要です。The next sentence is very important. 常識の範囲でご自由にお使いください。常識 means common sense. 範囲 means range or scope. ご自由に means freely. お使いください。Please use. So, 常識の範囲でご自由にお使いください means please use them within the bounds of common sense. どういうことかわかりますか？日本のアニメは著作権がとても厳しいです。著作権 means copyright。ですので、アニメの写真を勝手に YouTube とか Twitter とか、ソーシャルメディア、SNS に載せることは実際は
禁止されています。ただ、多くの人はアニメの絵とかを Twitter とか YouTube に載せていますし、これはグレーゾーンって言われることもあります。そもそも著作権の法律は Twitter とか YouTube とか Facebook とか Instagram に対応するようには作られていません。ですので、例えば Netflix で見ているアニメの画像スクリーンショットを勝手に作ってツイッターに載せるっていうのは合法とは言えない状態でした。ただしこれは多くの人がやっていることなので、それぐらいは許されてるんじゃないのという感じでみんな、使っている。そんな中、ジブリがもう自由に使っていいですよと言ってアニメの画像を提供したんですね。これは時代に合っているし、プロモーションとしてもとても効果的だなと私は思いました。ただ、注意書きがありますね。常識の範囲内で within the boundary of common sense。 これ難しいんです。例えばその画像に面白いセリフを作ってコメディみたいにお笑いにしたりするのはいいの？悪いの？っていうのが難しいです。スタジオジブリのプロデューサー鈴木さんへのインタビューの記事があったので、そちらも少し紹介したいと思います。鈴木さんは、著作物は誰かが読んで見て聞いてくれないと意味がない。常に世の中の人に楽しんでもらい話題に上がる、それが一番重要。作った人のものだけど作った人だけのものじゃない。ジブリのいろんなキャラクター、その他の著作物に対してみんなが使いやすい環境を作る。でないと消えていっちゃう。So basically he's saying the movie, the works should be easy to use for everyone. Otherwise the movie, the works can disappear. So if everyone uses the pictures of movies, then the movie can exist forever even though it's not being broadcasted or it's not being on the cinema, but the works itself can exist, can continue forever. そして写真の使い方について次のように言っています。作品を貶めるような誹謗中傷はやめてね。So he's saying, please use it, but don't insult the movie itself. 私はこのニュースすごくいいことだなって思いました。今の時代、Twitter とか Instagram での拡散、シェアはとても重要です。スタジオジブリは日本で最も有名なアニメスタジオです。海外ではもしかしたらドラゴンボールとかナルトとかの方が人気があるかもしれません。でも日本では例えばドラゴンボールを見たことない人っていうのは結構いると思います。でもジブリの作品を見たことない人っていうのはほとんどいません。もうジブリっていうのは日本のアニメ界の中でもうトップなんです。だからこのトップのジブリがこのように、アニメの写真を無料で著作権、ほとんどフリーで公開したっていうのは、これからのアニメ産業が著作権に関してもっと自由になるように変えるものだと思います。私はアニメが大好きだし、日本語を教えているので、例えばアニメのセリフで動画を作りたいなって思うんです。だけど写真を使うのはグレーゾーン、動画を使うのはダメっていう状況だと動画が作りにくいなと感じます。でも写真とか動画を使っていいとなると、私はもっと、面白くていい動画を作ることができると思います。これからどんどん自由に、作品を楽しめるようになったらいいなってこのニュースを見て思いました。Did you understand what I said?
Please turn on the English subtitle if you haven't understood it. はい。ということで、本日のニュースはこれまで。皆さんの意見もコメントで教えてください。Please share your opinions on the comment below. そして、最近私は、Instagram と Twitter を日本語学習のために新しく作りました。I made a new Instagram account and Twitter account to share our Japanese vocabularies, Japanese grammars, Japanese phrases. So if you want to keep in touch with new vocabularies, new phrases, then please follow my account. I'll try to upload something daily so that you can daily learn something new. Okay? Okay, thank you very much for watching my video. If you like this video, please like and subscribe and turn on the notification so that you can watch my videos as soon as possible. Okay, thank you very much for watching. ご視聴いただきありがとうございました。See you again soon. またすぐに会いましょう。バイバーイ。